皆さんおはようございます。カナダメープルリッジのエミです。お元気ですか？今日のトピックは目は心の窓というお題です。目は心の窓っていう格言っていうのかな。これはもう小さい時から頭の中に入ってたんですけれども、どこから来てるんだろうと思って Google で調べたんですね。そしたらプラトンが最初に言ってたそうです。なるほど。この言葉はね、誰に教えてもらったのか、どこか映画かテレビかどこかで見て頭の中に残っていたのか覚えてないんですけれども、人生還暦に近い年数をいろいろな人に会って、目は心の窓という言葉は的を得ているなと実感してます。笑っているけど目が怒っているとか、これ私実はあるんですよ。自分でいいよとかって言いながら怒ってるから目に出てるんですね。子供に対してとか家族に対して。皆さんも自分の周りの人を観察してみて、話をしている時目を合わせない人っていますよね。あとは相手の目を見て話せない人、話している時目がキョロキョロ動く、ずっと下を向いている、いろんなパターンがあるんですけれども、キリがないのでこの辺で。目はね、私たちの魂の窓なんですね。もしね、この動画を見てて、私もそうだ、なんか相手の目を見て話すのがすごく怖いとかって思っている人がいたならばね、ぜひぬいぐるみで目を見て話す練習をしてみてください。そして身近な人、家族でいいから友達、仲のいい友達、目を見ながら話をする練習をしてみてください。エネルギーの流れが変わってきますよ。今まで目を合わせられなかったのが10秒、30秒、1分、知らない間に長くなっていきます。目と目の対話は魂と魂の対話です。多くの人は気づいていないかもしれませんが、生きていく上ですごく重要なことなんですね。動物でね、獲物を狙っている時の目、あるいは悲しみでいっぱいな目、愛情でいっぱいな目、目を見ればね、その動物がどんな状態か察知できます。これは人間にも当てはまります。目で人を威嚇することもできますよね。目で人を癒すこともできるんです。で、これは私の体験談なんですけれども、子供たちが小学生の時、犬を飼いたいと言ってたんですね。で、私は小さい時から実家で犬、猫両方飼っていたので、世話をすることの大変さは知っていました。もちろん私の母親がメインで世話をしていたんですけれども、だから子供たちにね、犬を飼う前に近所にある動物保護所で散歩をするボランティア活動をしてもらいました。1週間に1回土曜日の朝、私たちは毎回違う犬をその保護所の周りを散歩させてたんですね。雨が降ろうと寒かろうが暑かろうが、犬を世話するというのは可愛いだけではできないよということを教えたかったんですね。で、6ヶ月続けても犬が欲しいという子どもたちの気持ちが変わらなかったので、娘が見つけてきた柴犬とアメリカンエスキモーの愛の子の犬を飼いました。モモという名をつけて、本当子どもたちの成長過程、中学、高校、成人、14年間私たちに愛を与え続けてくれました。今でもボランティアした時の犬の話をたまにします。子どもたちも
保護所にいた犬たちの目が自分の犬の目と違ったこと、事情があって保護所に入ったこともあれば、虐待を受けて保護された犬もいます。でね、その子たちのね、目がね、すっごい悲しみで溢れてるの。あとはね、いじめられたり虐待されたりした犬たちはね、人間を信用できないからね、牙を向けるんです。もう本当にその子たちにはゆっくり時間をかけて、私たちが危険ではないんだよということを根気よく、その檻の中に閉じ込められた犬と一緒のところに座って距離をとって待ってるんです。でね、そのうちこの人間だったら大丈夫かなとかって思ってくれたら、少しずつ近寄って匂いを嗅いでくるんですね。来ない犬たちもいたんだけれども、来てくれた犬たちを首輪にね、紐をつけてお散歩に行くとね、すごく喜んでくれました。本当にね、心が張り裂けそうな思いを持ちながら私たちはボランティアをしてました。でもね、いい話もあるんですよ。私の友人でそこにいた犬、実は3回違う家族に引き取られて戻ってくる犬がいたんです。引き取られたよとかって言われて喜んでたら、次の週行ったらまた戻ってきてるんですね。覚えてるんですよ、その犬のことは。ボランティア終わった後に娘がね、友達の家に引き取られたんだとかって言って教えてくれたんですね。でも大事に大事に世話されて天寿を全うしたそうです。だから保護所にいても愛のある家庭に引き取られて天寿まで幸せになる動物はたくさんいます。信頼を勝ち取る、信用してもらうこと、人間も動物も目を見ながら魂と魂の付き合いをしていくこと、これがすごく大切なことだと思います。あなたの人間関係の中でこの人のことを信用していいんだろうか、少しでも疑問に思ったことがあるのでしたら、相手の目を見てしばらく観察してみてください。もしかしたら今まで見えなかったその人の魂を見ることができるかもしれません。あとは、私は外に出た時、いろんな人に意識を向けてます。一つ覚えてるのが、フードコートに行った時にね、オーダーしようと思って並んでた時にね、若い男の人がぼーっと立ってるんだけど、目がね、もうね、いっちゃってるんですよ。これはなんかやばいなって思って、ちょっと注文するのをやめてそこの場所を離れたんですけれども、最近は本当物騒なニュースばかり流れてくるので、安全なところって本当にね、どこにあるのかなって思っちゃうんですけれども、自分の身を守るということは、周りにも自分の目を向けて危険を察知する、これは本当に重要です。その人の目が少しおかしかったら、慌てず速やかにそこから退散してください。目は心の窓です。言葉ではいろんな嘘をつけるかもしれませんけれども、目はその人の魂をそのまま映します。この話に興味があるなと思われた方は、どうぞ自分の日常生活に取り込んでみてください。まずはお試しあれ。じゃあね。バイバイ。